にちは、メガネチャンネルです。今日はね、開封動画をお送りしようと思います。まずですね、紹介したいのがこの iPad Pro なんですけど、僕が普段使っているやつですね、12.9 インチ。もう型としては結構古いかな。もう3年ぐらい前のモデルですね。古いタイプのデザインですよね。で、ちょうど買って2年ぐらい経ちました。この iPad Pro これを買った2週間後ぐらいにね、新型のホームボタンがないやつが出てですね、ちょっとへこんだりもしたんですけどね。2年間ずっと愛用してきた iPad Pro なんですね。で、僕の用途としてはもうほぼお絵描きにしか使わないんですね。絵を描く専用機という形でね、使ってます。で、第一世代のね、ペンシルですけど、これで未だにね、描いてます。絵を描くときって僕ほとんど横位置で使ってるんですよね。iPad はあんまり縦で使ったことがなくてですね、ほとんどこの横位置で使ってます。この後ろのリンゴマークとかね、もう横位置にしてくんないかなとか思うぐらい、ちょっと気持ち悪いんですよね。iPad って縦っていうね、イメージがありますけども、僕としても横位置としてしか使ってないんでね、もう横でデザインしてくれっていう感じなんですけど、で、絵描くときはですね、これ置いちゃうとやっぱちょっと描きづらいので、今まではですね、これ使ってたんですね。これはですね、瀬戸康史さんがちょうど動画で紹介していたことがあってですね、Amazon の、この Amazon Basic ですね。出てくるかな。Amazon Basic の結構安い、もういくらだったっけな、1000いくらとかだったかな。このタブレットスタンドみたいのをね、買って使ってました。なので、絵描くときは、ここを立ててですね、ここに iPad Pro 乗せて、絵を描くみたいなスタイルでね、やってました。ただ、やっぱりちょっとかさばるっていうか、これ物々しいので、あと、外でもね、これ持ち歩けないから、外でもちゃんと iPad がね、こう立てて、絵描けるようにできないかなと思って今回買ったのがこちらになります。じゃじゃん。モフト X ですね。モフト X のタブレットスタンドというのを購入しました。じゃあ早速ね、開けてみたいと思います。っていうかね、もう実は開けちゃっててね、一回出してしまったんですけど、こんな感じになってます。ここがですね、粘着面になっててね、何度も剥がしたり、付け直すことはできるみたいですね。でね、これ 12.9 インチなんですよ。この裏の説明書見るとね、こういう風に貼ってこういう風に使ってくださいねみたいに書いてあるんですけど、これ多分ね、小さいんですよね。小さいタブレットなんですよ。だから、12.9 インチって、どこに貼ればいいのっていうね、感じなんですよね。ネットでちょっと調べてですね、モキョンウェブさんモキョンウェブさんでいいのかなっていう、ブログがあって、ここでね、モフト X のタブレットスタンドの、貼り方みたいなことがこう書いてあってですね。はい、ここですね。モフト X なら漫画を描くのも便利。で、この貼り方見るとですね、中央に貼り付けた方が安定するって書いてあるんですよね。なので、まずこの通りに貼ってみようかなと思います。万が一ね、気に入らなかったらね、貼り直すことできるんでね、ちょっとこれでやってみたいですね。いきます。じゃあ、モフト X を、こういう風に貼る感じかな。真ん中に貼る感じでいいのかな。ここ大丈夫かな。ここ、ブログだと結構ここギリギリに貼ってるんですよね。こんな感じになってますね。ちょっと貼ってみます。で、このブログ見ると、このロゴがついてる方がね、内側になってますけど、いいのかな。こんな上でいいのかな。ちょうど中央、貼るとき緊張しますよね。こんな感じ？よいしょ。はい。一旦貼りました。よいしょ。こんな感じ。やっぱね、12.9 でかいからね、モフト X がね、一応 12.9 も対応しているよって書いてあったんだけど、大きさとしてはこんな感じになってますね。じゃあ、ちょっと使ってみましょうか。これを貼っているでしょ？こうなるんだ。
ここと何段階かに貼れるんですね。こういう状態、こういう状態、あとこういう状態でパタッと。まずこういう状態だと縦にすると、なるほど、こういう感じになる。いい。ちょっと角度切るかな。もう少し浅くできる。これ逆にするとあんま変わんない。じゃあこれをもう一段階下げて、こうすると浅くなったかな。あれあんま変わんない気がするな。どうなんでしょう。ここも折れるんだね。すごい。ここも折れますね。ここ折るとどうなの？ここ折ると、ちょっと浅くなった。これがいいかもな。これがいいかもしれないですね。すごい。これ、スマホの iPhone とはまた違ったいろんな複雑な形に折れますね。こう折って、で、また折った状態でここ2段階で調節できるので、こんな感じ。これが一番浅いのかもしかして。そうですね。これが一番浅いですね。これがいいかもしれない。普段ね、使ってるのはクリップスタジオですけどね。書いてみましょうか。これはですね、これはテネットこの間見に行きまして、テネットはもうとにかくね、複雑な映画で時間軸がわかんねえなと思ってね、ちょっとラフで時間軸を書いてみたっていうね、ものなんですけど、すいません。ネタバレになっちゃいますね。一旦閉じて、ペンシルが効かない。ペンシルの電池なくなっちゃったので、ただいま充電中です。いやー、ダサいですね。僕はもうこのダサさに2年間付き合いましたよ。この Apple Pencil の充電中のダサさ。新型の iPad くらいかっこいいよね。マグネットでピタッとくっつくもんね。これつかないからね。ちなみにね、今、保護フィルムを貼ってるんですけど、この保護フィルムもですね、いわゆるペーパーライクっていうね、紙に書いてるような感覚の保護フィルムの用紙を買ってね、さっき貼り直したばっかりなんですけど、フィルム貼るの動画にしてもしょうがないかなと思ってね、もう貼っちゃったんですけど、こういうのを買いました。スムースタッチって書いてありますね。で、この間ビッグカメラ店頭で見に行ったんですけど、面白かったですよ。上質紙とかね、ケント紙とかあってね、ペーパーライクでもちょっと違うんだなってね、思いました。はい、じゃあ充電できたので、試し書きしてみたいと思います。普段もね、こんな感じで絵描いてます。そう。いい感じ。角度はね、すごくいいです。描きやすいですね。場合によってはね、もうちょっと立ててもいいかなっていう時もあるんですけどね。角度はとてもいい。書き心地はね、ちょっと今まで使ってたのとね、結構違いますね。ほんと変えただけで全然違うものなんですね。やっぱ絵描くときはペーパーライクな保護フィルムっていうのね、あるといいかなと思います。じゃあ最近リニューアルしましたメガネくんを描いてみようかな。一応自分の分身みたいな感じなんでね、少し髪が跳ねてて、メガネをかけててみたいなイメージで作ったキャラクターなんですよ。基本的にもう僕の描くキャラはね、幼い感じになっちゃうんですよね。で、気づきましたかね、皆さん。新キャラとね、昔のキャラはね、違うのはね、首があるんですよ。昔のキャラはね、首がなくてですね、実はね、首がないと動かしづらかったんですよね。動きのね、可動域っていうのかなんか、制限されちゃうんですね、動きがね。いいかもですね。はい、というような感じで、今日はですね、タブレットスタンド、モフト X を買ったよっていう動画でした。この位置でね、いいみたい。もうちょっとね、いろいろ試してみて、
貼り方ちょっと調節したりね、しようかなと思いますけどね。今まで以上にね、絵が描きやすくなったらいいなという感じの動画です。よかったらね、皆さんも SoftX ね、参考にしてみてください。このね、iPad の大体中心にこの三角形が来る位置に貼るのがいいみたいですね。そうすると安定してね、ぐらつかないので、ここだけ今気づいたところでした。よかったらね、参考にしてください。はい。では、今日の動画は以上になります。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあ次の動画で会いましょう。バイバイ。